はいどうも、吉助です。今回は豚こま肉を使ってかなり本気のとんかつ作ります。今回はとんかつにするので脂身の少ないものを選んでいただけるとベストだと思います。今日使用する豚こま肉は高知県産四万十ポーク、こちらの豚こま肉を使います。まずはとんかつにつけるタレを作っておきます。とんかつにつけるタレはお好みのもので良いのですが、こちらのタレ簡単にできますのでよかったら参考にしてみてください。レンジ対応のボウルにおろしにんにく少々、おろし生姜少々、和がらしこちらも少々、ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1と2分の1、塩少々、白胡椒少々、全体をよく混ぜ合わせ、ラップなしの状態で 600W の電子レンジで30秒から1分、軽くポコポコ沸く状態になったら OK、タレの完成。からしは加熱すると風味がある程度飛んでしまうので、からしを効かせたい方はこの時点でお好みの量を足していただけるといいと思います。次に豚こま肉、まな板の上にラップを敷き、その上に豚こま肉をある程度広げながら重ねていきます。一つの塊が約 50g、今回はそれを4個作ります。豚こま肉の上からさらにラップをして叩いて伸ばしていきます。肉叩きお持ちの方はそれを使ってください。持っていない方は小さめの鍋を使って叩いていきます。叩いて伸ばすことによって肉の繊維がほぐれていき、肉を柔らかくします。肉が元の大きさの倍ぐらいのサイズに伸ばせたらラップを外して半分に折りたたみ、さらに叩いていく。これを3回繰り返します。2回目3回目は肉が伸びづらくなるので、叩いて折りたためる程度まで伸ばせたら OK です。次に伸ばしたお肉を手のひらを使ってまな板に押し付けるように回しながら小さくまとめていきます。横から見るとこんな感じ。小さくまとめ、ある程度厚みを持たせておまんじゅうのような形にします。肉の成形ができたら両面に塩と白胡椒。塩は肉の旨味を引き出し、胡椒は風味を良くして肉の臭みを抑えてくれる。おまじない程度ではなくしっかりと振りましょう。次にパン粉をつけていきます。使うパン粉は粗めの生パン粉。生パン粉はダマになっていることがあるので、使う前にはほぐしておいてあげてください。卵は1個分、それに小さじ1程度の水を入れてよーく溶きほぐしておきます。あと薄力粉を適量。右利きの方は右から薄力粉、卵、パン粉の順に並べておくと作業がしやすいですよ。今回は縦動画なので画角に収まるように配置を変えています。パン粉の付け方としては、薄力粉を肉全体につけ、余分な薄力粉は落とし卵につける。菜箸で持ち上げ、余分な卵を切りパン粉の上に乗せる。肉の上からパン粉をたっぷりと乗せ、手のひらで押さえつけながら肉が横に広がらないようにサイドからは指で押さえる。肉を手で軽く握りつぶす感じ。そのままそーっと持ち上げ、形を整えながら肉が見えているようなところがあればパン粉をつけてあげる。パン粉があまり落ちないようにそーっとバットに並べる。もう一度横から見るとこんな感じ。薄力粉を肉全体につけ、余分な薄力粉は落とし卵につける。菜箸で持ち上げ、余分な卵を切りパン粉の上に乗せる。肉の上からたっぷりとパン粉を乗せる。手のひらで押さえつけるように握る。押さえつけることによって底の面にもしっかりとパン粉がつきます。肉が横に広がらないようにサイドからは指で押さえる。指で押さえ込むことで横の面にもパン粉がしっかりとつきます。そのままそーっと持ち上げ、形を整えながら肉が見えているようなところがあればパン粉をつけてあげる。イメージとしてはパン粉を乗せてあげる感じ。パン粉があまり落ちないようにそーっとバットに並べる。パン粉がつけ終わったら揚げていきます。このまま揚げていただいてもいいのですが、時間がある方は冷蔵庫で30分から1時間程度カツを休ませてあげてください。休ませてあげることでパン粉の定着が良くなり、揚げた時にパン粉の剥がれが少なくなります。油の温度は170度から180度程度。菜箸を入れた時に勢いよく泡が出る感じ。油の量はカツを入れた時にそこにつかない程度の量を用意してあげてください。油に入れるカツの個数は1回に2個から3個程度。入れすぎると油の温度が下がり、カツが油を吸ってしまい脂っこいカツになってしまうので注意。入れたカツは触りたいけど触らない。周りに剥がれたパン粉はできるだけ取り除いてください。
そのままにしておくとそこに沈み油の酸化の原因となってしまいます。パン粉が色づきしっかりと固まってきたらひっくり返し裏面からも揚げる。揚げ時間は肉の厚みや油の量や温度でかなり違いが出てくるのでご自身で調整していただきたいです。参考までに今回は約5分程度揚げました。カツを油から引き上げるタイミングとしては8割から9割程度火が通ったところで引き上げ余熱で完全に火を通す感じ。引き上げたら3分程度温かいところでカツを休ませて火を完全に通し中の肉汁を落ち着かせます。こうすることによりカットしても中の肉汁が流れ出るのを防ぎパサパサにならずにジューシーなカツが仕上がります。カットするとこんな感じ。肉厚でボリューム感たっぷりの豚こま肉のとんかつ完成です。最初に作った和がらしを効かせたタレも添えてビールにもご飯のお供にも最高の一品です。ぜひ挑戦してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。